どうも、こんにちは。デミコです。はい。はい。というわけで、はい。早速、先日の、ライブでね、やってきた、これ、鍋敷。鍋敷と言ってるけど、本当に鍋敷になるのか？うん。まあでも、そのつもりで編んでますよ、ということでね。はい。で、これの続きをやっていこうと思います。はい。でね、最初にお詫びをしなければなりません。実はですね、一回編みました。はい。一回編みました。ですが、ちょいと気に入らなくて、ほどきましたということで、毛糸がね、もうですね、こんなことになってるんですけど、なんかちょっと、ね、こう、なんていうの、うんこチックな、うんこじゃないね、うんこじゃないね、なんかのお菓子みたいな感じになってございますけども、はい。ちょっとお試しにちょっとやってみました。ちょっと気に入りませんでした。なのでやり直します。はい。やり直します。告白します。みたいな。あ、ちょっと待って。私もセッティングが、ちょっと待ってね。すいません。はい。はい、すいません。はい。ちょっとセッティングが甘くて。はい。はい。じゃあね、早速始めていきますよ。はい。で、先日はね、ここまで編んだかと思うんですけれども、はい。この先を続けていきたいと思います。ここまでだったかどうか。でも、ここの角まで編んでたよねっていうことで、ちょっと戻しました。はい。なんせ、一回ほどいてるんで。では、この角からまた編んでいきますよ。はい。1、2、3。編んできますよっていきなり大物に編み始めてるけどさ、ちょっと待って、何段目だっけ？ 1、2、3、4、5、6、7段目ね。7段目。7段目ですよ。はい。角から3つ筋編みを入れたら下ろす。はい。下ろします。で、1、2、3。で、3編んだら、ここのね、ここ今、1、2、3、4、5って、この白い部分、この手前の白い部分、もう一つ、これね、ここの部分ね、この白っぽいところね、こっちが 5つ入ってるんだけど、5つあるところの真ん中に下ろしていきます。下ろして、で、また1、2、3編んだら、ここの今度はブルーの前段のやつの縦線の隣ね、長編みの隣に下ろしますと。で、1、2、3。こんな感じでこの段はずっと編んでいこうと思います。はい。はい。最後まで来ました。はい。ブスッと刺して。で、こうもう切ってあるんですけど、もう変える気満々でもう切りました。はい。変える気満々で切ったので、こういう感じで締めて、はい。で、次何を入れるかっていうと、まあ、これをいろいろこう、もうすでに使ってありますが、こっちを使います。はい。あえてのこっちを使います。はい。色の入れ方をね、ちょっとね、考えてたんだけどね、ちょっと変更。でも、これ、あれだよ。用意した色は全部使うよっていうつもりでね、やりますわ。はい。これ、いいね、このコットン糸、端っこがすぐ出て。親切だな。親切だな。いや今回ね、なんていうの、この続きをね、撮るにあたりね、すごい喋ってたんですよ、実は。撮ってて。第1回目っていうか、さっき撮ったやつはね、すごい喋ってたの。何喋ってたかっつったら、もう今、もうあれですよ、みんなの注目の的。ね。今一番注目の、これ色。茶色のロット番号は11番ね。11番。で、今もう一番の、注目の、話題ですよ。ね。一番の注目の話題って言ったら何っつったら、まあ、ロウ戦争なんですけど、ロウ戦争についてね、ずっと語ってたの。ずっと、ベラベラ語ってたんだけど、
今回はその話はちょっとやめときますわ。なんでって言うと、なんつうの、あれですわ。喋りすぎ。喋りすぎ。でね、まあ今から言うのもなんなんですが、とりあえずここ、今、色変えたんでね、これ先進めていきますよ。はい、進めていきます。これは、青の次に、ね、色替えして青の次に入れてるんで、で、ここいきなり下ろします。8段目 ?8 段目ですね。はい、8段目。そう。で、ここをこう取ったら、立ち上げて、すぐ隣に、これを下ろします。はい。ちょっと待って、巻き込んでいこう。色が、こっちかな。よくわからないように、こっちをあえて、ね、ブルー入れるの忘れちゃったからさ。編み進めてから切ったからね、処理してないね。こいつはだから、またこの後で入れる。ね、ここで長編み一つ入れて、はい、でここをねちょっと筋編みを3つで鎖編みを2つで、ここもずっと同じように、あれちょっと待ってよっと、筋編みを角っこから3つ。ちゅうか暖房熱いわ。暖房熱い。いや最近またさ、ホットフラッシュがちょっと激しくなってきましてですね、しばらくちょっとね楽だったんだけどね、またなんかちょっと大変な感じになってきたっていうか、本当にまあいいや、それはいいとして、そうそうでその戦争の話をねずっとしてたんだけど、あれだわ、おしゃべり、完全おしゃべり動画をねちょっと設けようと思ってましてですね、なのでちょっとそれまでちょっとあれしようかなと思ったんだけど、どうしようかな。まあいいや、ここでもちょっと喋るかね。今ここを入れて、でここの中心、ここの脇にまた下ろしていきます。ここで4つ目っていうか、この4つ長編みが入ることになります。この段はね、いっぺんに123って編んだら1つ下ろして、123って編んだら1つ下ろして、1つ下ろして123、そしてまたここ1つ下ろす。この段はこんな感じになりますね。はい。まあちょっと戦争のことに関してはね、ちょっとあれだわ、私もねいろいろ反省しなきゃいけない点もあるからね、自分の予想の中でね、いや大きく予想を超えてきたからね、やっぱりねここまでするとは思わなかったなっていうのがあるんで、そのことに関してもいろいろねちょっと喋りたいなっていうのがあるんでね、まあ、とりあえずでも今回はね進めていきます。こいつをね進めていきますよ。はい、123、はい、最後のとこまで来ました。でグッとやってグッと突っ込んで、で白いのを持ってきて、でここを引き抜いて、で一つ最後編むと。でなんとですね、茶色はねこれ1段だけでやめようかなとちょっと思ってんだけど、どうしようかな。茶色1段だけにしようかな。はい、1段でストップしようと思います。はい、1段直近、はい、思い切って直近でございます。はい。で次隣ここ入れて、でこれを引っ張り出してで立ち上げるのこっちですな。はい、立ち上げて、はい、で隣、さあじゃあこの隣どこだ、1234567 8、
1234567はい。今ここ8段目、ここ編んだね。8段目で、次9段目、ここ編むんですけどね、次白いので9段目、ここ下ろしてきます。でこれが一番最後のこのガクガクガクって言ってるところの枠になるんで、次のこれがね、白いやつがね、最後の枠になっていくので、次どうするかっていうと、まあこことりあえず下ろしますね、1個ね。はい、下ろして、はい、あ、違う、上、はい、下ろして、はい、で1、2、3と編んだら、また1、2と。で同じようにまた1、2、3としたら、下ろして長編みで、そしたらまた1、2、3編んだら下ろすと。で1、2、3下ろすと。1、2、3で下ろすと。はい。で1、2、3、1、2、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じになっていきます。はい、はい、どうじゃろう。こんな感じです。はい、こんな感じでこの段は進めていこうと思います。ちょっとじゃああれかなね、今日は今日でちょろっと喋っておこうかな。なんか喋っておかないとまたどんどん日数が経っちゃって状況が変わっていくからね、その時に私が考えていることをちょっと小出しにしておいた方がいいかなというわけで、じゃあちょっととりあえずこの段は編みますわね。ちょっととりあえず編んできます。はい、ここまで編んできました。これもね、もうすでに切ってあったんですけど、でもこの先実はもう少しちょっとつなげていこうと思ってるんで、次何色にするかなんですけど、いやもうね、これね、すっごい悩みましたよ。やっぱりすっごい悩んだ。何色にしていこうかっていうのは。次はですね、そうっすね、そうだな、一回このコーンを入れておこうかなとね。なんか結構コロコロ色を変えていくような感じになるかもしれない。うん、なんかはい。じゃあとりあえずコーンをね入れていきますよ。とりあえずこれ入れて抜いて、で次は10段目になるのかな。10段目になるんで、12345678910でしょ。10白で、まだこっちかぶってくるんだから、はい OK です。はい。で次ここ入れました。でさっき言ったようにここがもう最後のね、ガタガタガタっていうのの最後になってくるんで、あ、なんか出てる。これあれか、処理したやつが出てきちゃったね、裏から。まあいいや、後でやるべ。はい。でここがここの最後のガタガタなわけですよ。ここがもうすでにね、ここの段がガタガタなので、あとはもうひたすら内へっていうか、なんていうのかな、こう外側、こっち側には出てこないよっていう感じになるので、ここからは角っこはここには下ろさず筋編みになります。ずっと1、2、3
4、まず4目編んで角っこに来たんでね、ちょっと止めとこう。ぎゅー、はい、2編んででまたこっちからここ1、今度は1、2、3、4、5、6、7と編みます。で7編んだら下ろしますね。7編んだら前段のこの白いところの隣に来るので、ここで下ろします。ここでは下ろさないからね。ここも下ろしないから、ここ下ろさないで斜め編んで、でここは1、2、3、4、5目を編んで、で下ろす。であとはまた端っこまで1、2、3、4、5、6、7で1、2、こんな感じでこの段は編んでいこうと思います。はい。はい、最後の目ね、ここグッと入れて、でしまうの忘れたな。まあいいや。はい。で持ってきて最後の目、はい。で次、はい。で次は隣、ここね、ここに目を入れてこれを持ってくる。まあないんですけど、この先ちょっと足さなきゃいけないんであれなんですけど、で持ってきて立ち上げて、で筋編みをするんだけど、ここで入れるかね。これはさすがにね、この太さがあると結んじゃっちゃねいけないんでね、ちょっと普通にやってきますわ。で筋編み調整してね。いやでもほんとね、いやちょっとちょろ喋るか、やっぱりなんか喋りたくてしょうがないね喋りたくてしょうがない。そうでね、私がねなんかね喋ろうと思ってたことっていうのはですね、っていうかもう一回喋ってるんですけど、要はさ、今起こってること事象ね、それを目で見てて、でなんていうのかな、私はやっぱりこの前言ったように両面からね見てね、判断しなきゃいけない部分ってやっぱりいっぱいあってっていうか、まあ基本的にそうなんだけれども、で今回のことに関してはですね、今起こってる、例えば今の時点での切り取りで語ればもちろんむちゃくちゃロシアが鬼畜なことになってるわけですよね。ロの方がね鬼畜なことになってて、だけど引いてみてね、引いてみるとさ、123ちょっと先にここ進めろ。5、ちょっと待って、じゃあ進めるわ、こっちを先に進めるわ。もうどっちつかずであれだわね、ごめんなさいね。ちょっとじゃあこれ先に進めるね。これを進めるでしょ。ここは7つ、ここもごめん7つ、1234567編んだらここに下ろしますね。まずねここに下ろす。こっちはもういかないからね、こう来てる。ここで下ろす。ここのもともとはこう真ん中から来てたね、ここのところの脇で下ろすでしょ。ここが最後のガックンだからね、そこの部分で下ろして、で1、ちょっと待ってね、引っかかってるわよ。はい、1、2、3で3、そうで3編んだらここ
12345になってるんで、5のところで真ん中拾います。で1、2、3でここ下ろす。で1、2、3、4、5、6、7、はい、これで1周ですわ。1周ね、こんな感じで1周してきます。はい。でね、何が言いたいのかって、とにかくなんていうの、今回のことに関しては今の現時点での状態だけを見ればね、もうむっちゃくちゃ叩かれますわね、もちろんね、プーさんが。だけどどうして今こんなことになってるのかって、もっと引いてね見ると、歴史的なこととかね、今までお互いどんなことになってたのかっていうことを引いてみると、言ったらロ側にしてみると自衛の戦争になってるんですよ、実はね。自衛なんですね、あれも。なのでロ側の言い分としては一応あるわけですよ。ただね、でそれで右側の方としてもなんていうのかな、まあいろいろロ側にちょっかい出してた部分あるんでね、実際。だけどいろいろな情報が出てきてて、お互い出してて、プロパガンダだって言い合って、嘘だって言い合ってるわけですよ、お互いが。だからこっち側としてはどの情報が本当なのかっていうのが分からなくなってる。で私は最終的にっていうか今の現時点で考えてるっていうか思ってるのは、多分お互い言ってることは本当なんですよ。起こったことほぼいや嘘もありますよ、もちろん。中にはね、情報戦としてね、だから原発のアタックしたのはね、火災になったのは管理棟なんであれなんですけど、放射能漏れとかはねないからあれなんですけど、だからいいってことじゃないけどさ、でもそういうところでまず攻撃するってことがまず鬼畜じゃないですかって言ったらね。だからそれは許されることじゃないし、一応国際法上なんていうの、一応なんかそういう重要っていうか、その大きな被害をね出るようなそういうやばい施設みたいなところアタックしちゃいけないらしいですね、なんかね。なので戦争犯罪の可能性ももちろんあるんで、もちろん非難されるべきだし、ね、それはもちろんことなんだけれども、でもそのやってる行為に関してロ側はさ、なんかあれじゃん、右側の自作自演だって言ったじゃないですか。でああいう嘘はありますよ、もちろん。だからプロパガンダとかね、そういう情報戦としての嘘はあるけど、でも起こった事象、これが起こったあれが起こった、例えば右側によるそのロジに対するなんていうのかな、虐殺っていうか迫害っていうのかなっていうのは実際にあった話で、それは国際機関も認めてることなんで、これ否定する人いますけど、もうこれはあれですわ、これはもう確定事項、としてあるんでね、やっぱりね。それを考えるとなんていうのかな、そういう起こった事象は全部本当なんだと思う。でお互い言ってることは本当のことを言ってるんだと思う。でも嘘も混じってる。だから全部をひっくるめて本当だけど、お互いがその起こった事象を利用してんじゃないのっていう、都合のいいとこで利用して、つまり利用してるっていうのはどういうことかっていうと、なんていうの、大げさに言うっていうかね、課題にこう喧伝するみたいなところがあったりとかあるんじゃないのっていう、お互いにね。で今の状況としてはどう考えてもやっぱりロ軍の方が本来であればね、強い軍力としては強いはずなんだけどでも兵士すらも前線に送られると思ってなくて、演習だって言われて連れてこられた、下の者たちね、上の者たちは知っていたけどっていう話だけど、そんなことがあったりとか、とにかくなんていうのかな、もう混乱を極めてるわけですよね、お互い両方とも。はい、ここまで来ましたよ。でぐさっと刺して、でコーンを持ってきて、で引いて、また熱くなってきた、熱い。はい
いや、そういうのがあるから、だからさ、なんつうの、私はね、どっちが悪いってね、言えないと思ってるんです、実は。うん。もう確実に、例えば、今の現時点で見たら、むっちゃくちゃロシアは悪く言われてるし、むっちゃくちゃロシアは悪いっていうか、実際ね、うん。そうなんだけど、だからといって、じゃあ、ロ側だけが悪いのかって、あ、ここもまたコーン入れてきます、このままね。言うと、これまたちょっと違うよなっていう気がするんだよね、やっぱりしちゃうんだよね。うん。だから私はだから別にだからこっちだからどっちをどっち擁護するとかね、応援するとか、そういうのないんです。だから結局できないんです。どっちかどっちってどっちにつくってことができないわね、今回はね、本当に。うん。だから淡々とその起こることを見て、それに対してで、あなたこっちこれやばいよねって、例えばその原発の攻撃だったり民間施設の攻撃だったりとかっていうのはもちろん非難されてしかるべきだし、もちろん戦争そのものがね、やっぱりこうなんつうの、止めてかなきゃいけないっていうか、なんていうのかな、許される行為、許される行為じゃない、国際法上のそのなんていうのかな、範囲内でって言っても、とにかく戦争はね、あら間違えた、戦争はなんつうの、やっぱすべきものではないしって考えるとさ、ね、戦闘行為としてはまあ両方止めるべきですよねっていう、それは確かにあるよね。うん、はい。だからなんていうの、どっちがどっち、どっちもどっちもどっちっていうか、なんか両方の言い分がやっぱりあるからね。だからといってやっていいこととやって悪いこととあるわけだから、戦争っていう枠の中でも許されてることと許されてないことがあって、だからそこをね、なんか今回ロ側、要はプーチンですけど、プーさんの方は大きく超えてきたなっていう感じがあるんでね。うん。それはなんで超えてきたかっていうことをね、そこをねまたねちょっとこの後ね話していきたいと思うんですけど、とにかく現時点では私はね、いやちょっとどっちが悪いとかどっちだけを支援するっていうのはちょっと難しいよね今回っていうふうに見てますね。うん、両方から見るとね。でもまあとにかく今やってる行為に関してはまあ良くないことをやってるわけだからね、攻撃としてはアタックする側として、そのなんていうの、ロ側がやってることっていうのは確かに非難されてしかるべきなので、制裁等ももちろんするべきだし、戦争犯罪行為があるんであればそこは罰せられるべきだし、うん、それはそう思いますよやっぱり。うん、かといって右側について頑張れみたいな風にもちょっと私は心情的にはちょっと言えないんですわ。うん、いや国民に対してっていう、それはねその、戦争に巻き込まれて国民は大変だと思うんですけど、でもそれはなんていうのかな、もちろんそういう部分ではあれですよ、なんていうのかな、悲惨な目に遭ってる人たちに関しては助けの手をね差し伸べなければいけないっていう部分はあるけど、でもまたさ難民だのなんだのって話になってくるとまた大変なことになってくるわけですよね。だからほら NATO とか EU とかもちょっとそれだけじゃないけれどもね、うん、これになったら NATO が軍出したら全面戦争になりかねないっていうんで、ロシアに対してのそれは嫌なわけですよ NATO としては。手出したくないんだ本当はね。核戦争になったらどうしようっていう恐れがあるんでね、うん、じゃあちょっとねこの後はねロガーの話もねちょっとしようかなと思うんですけど、ちょっととりあえずこの段編んできますわね。いやはい、ここまで編んできました。はい、ここまで編んできましたよ。はい、で次どうするか、次これ切っちゃいます。また変えます。はい、ちょこちょこ変えていきますよ今回はね。はい、でこれ、はい、これをまたじゃあちょっと編んでいこうと思うんですが、
はい。で、この段はまたひたすらここは筋編みをして3、4と4つまず入れたら2つ編んで、で1、2、10、11と入れたら、今回は11ですね。端っこから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11入れたら、ここで下ろします。で、1、2、3と入れて、また隣で下ろして、その後はずっとまた11、1、2と入れていきます。ね。これの今回はこの段はこの繰り返しね。何段目だい ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13段目。早いね。結構でもこれはね、編むの早いよね。編み進めるの。早いですよ、結構。はい。おお、また引っかかっとる。そう。で、じゃあこの段を編みながらね、なぜ私がね、そのロシアっていうか、まあ、プーさんの話ね、プーさんの話をする前になぜ私がこういう目で今起こってることを見てるかっていうと、まずね、とにかく情報戦なわけです。で、なんて言うんだろうな。なんか既視感ありなわけですよ。デジャビューですよ。デジャビューまさにね。っていうのは何が言いたいかってメディアの報道なわけです。でね、今までね、メディアはね、いろいろポカしてきたのにね、今回ね、また大々的にね、プーチンを叩く方向で言ってるわけです、メディアが。で、なんでそうなってんのっていう話だよね。これさ、すでに私たち経験してませんか？つい最近。世界中のメディアが一斉に同じ方向に向いて流してるわけですよね。情報を。で、そこにどうもこう違和感があるっていうか、例えば言っちゃったらね、嘘の映像まで使って、嘘っていうのは要は今回の映像でもないもの、もう全然以前に撮られた映像を使ってまであれですよ、同じことやってんですよ。要はだから昔のね、小笠原諸島でサンゴ礁に KY と書いたように、そして湾岸戦争の時に欧米のメディアがね、重油にまみれた海鳥を撮影した時のようにやらせなわけですよ。ね。でそういう報道がいくつかあるわけです。今回のことに関しても。どうしてそこまでするのっていう話。どうしてそこまでして世界中の世論を一定方向に向けようとしてるのっていうところにすごい違和感がやっぱりあるわけですよ。常にそういう時ってちょっと疑わなきゃいけないなっていう風になっちゃってんだよね。私の頭の中でね。でもちろんそれは日本も同じだし、フランスも同じですわ。ね。そういった報道してますわ、やっぱり。で、そういうとこからなんで今回、ね、毎回そうやって私たち誘導されてるのに、どうして今回ばっかりは本当のね、それが本当のことなんだって言えるのって、毎回、こうなんていうのかな、こう、そういうことにこう、ある意味こう、先導されていくわけですよね、人々って。で、つい最近あったのが、何ですか？世界中で先導されちゃったのは何ですか？流行り病ですよね。一定の方向に持ってかれたわけですよ、やっぱり。それで。で、その過去っていくつもあるじゃない。地球の温暖化っていう話もね、同じだし。ね。で、今、全世界で、電気自動車とか言ってるでしょ。あれも全部一緒じゃないですか、だって。だから、要は裏にあるのは結局は、プーチンの失脚を狙ってるわけですよね、誰かが。で、まあ、私は別にあれでしょ、失脚してもらっていいと思ってますよ、全然。うん。それはそれでいいと思いますよ。だって、言ったらね、なんていうの、確かに、あの人は、なんていうのかな、愛国者というか、国粋主義者というか、民族主義者というか、そのゆえんで今こんなことになっちゃうんですよね。いわゆるだから大ロシアを復活させるっていう、その帝政ロシアじゃないけれども、ね、その大ロシアを復活させるんだっていう名目でこう今こんなことになっちゃってるわけなんだけども、それをさ、まあなんでそんなことをね今やり始めたかっていうのはまあ後々また
次の機会にでも話そうと思うけど、そこまで話すと話しきれないと思うから今回はね。だけどやっぱりその私がこうどうしてもこうなんていうのかな、片側にこうなんていうのかな、こう心を寄せてね、もうまあ戦闘行為をやめなきゃいけないと思いますよ、もちろん。だけどだからといってじゃあウクライナが正しくってロシアが間違ってるって言い切れないっていうのは、やっぱりそういう気持ち悪さ、メディアの報道の気持ち悪さがやっぱりあるんで、だから疑っちゃうんですよ、やっぱりね。でそうするとそのウーガーがやってきたことは隠されててっていうか、大々的には流されず、今回ロシアがアタックし始めたところで大々的に放送を始めたって。だってさ、この紛争って言ったら2014年から続いてるわけですよ。でその間じゃあウーは何をしてきたのっていう、そこのとこ全然出てきてないっていうね。はい、この段編み終わりましたよ。で私はそこにねやっぱりね、なんかちょっとなんか、だからじゃよっていうところがどうしても否めないっていうか、どうしても出てきちゃうっていうか、じゃあちょっと確認しますね。最後のガクガクってなってるのがここで。で、ここがこうなって、こうなって、で、今だから編んだのここですよね、ここ。1、2、3と。1、2、3と色の濃いのが、こっちは実際薄いのになってるんで、ね。123と編んできたわけです。次はここのほんのり出てるところ、ここですよ。ここの部分を編むんですけど、でピュッと出てる、ピュッと出てる、ピュッと出てる、ここを編むんですよ、実はね。ここを何色にしようかっつったらね、ちょっと突飛なことになっちゃうような気もしないでもないけど、この色を入れていきます。はい。この色を入れていこうと思います。はい。ね、この色をちょろっと入れてどんなことになるのやらっていう話なんだけど、でこれを入れた後にそうだね、こうでしょ、こうでしょ、こうなってて、こうでこう、はいはい、これで入れていきますよ。はいはい。で引っ張って抜いて、はい。でここでじゃあまた筋編みをしていきます。そうで、私ね、本当に偶然っていうか、さっき見つけたんですよ。これ編みながらね、なんか聞きながら編もうかなと思ってて、見てたら、なんとその辺のことをですね、うまいことね、説明してくれている方がいたわけですよ。ね、YouTube の方で。ね。でね、その人も同じこと言ってるんです。個人的に最も違和感を感じたのが、メディアの報道の内容、ウクライナと全く関係のない画像を使い、親ウクライナ反ロシア報道を感情的に煽っていた。で、全てのメディアがバシそれは不可能と思えるけど、何回言ったようなパネル、まあ、この辺はいいとして、要はメディア報道に関してちょっと違和感を感じるよって言ってる人がやっぱりいて、で、その辺のことをね、うまく説明してくれてるのがね、まあ、皆さん見てらっしゃる方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、カナダ人ニュースさんっていう人がいてね。で、この方はですね、まあ、そうね、私が見始めたのは、そうね、トラさんの、選挙の時からなんですけど、やっぱりね、多くの人がそうだったと思うんですけれども、で、ずっと見てるんです。この人は本当にカナダに住んでる人で、で、そこから英字の方の、なんていうの、ニュースを元ネタに、いろいろなことを、教えてくれるんですけど、で、その人がね、まさに私が思ってることと同じことをね、言ってるんですよ、昨日の動画で。で、私さっきそれを見つけて驚いちゃったから、ちょっと、これだよ、これ、私が言いたかったの、これ、みたいな感じなんで、ちょっと気になる人は、カナダ人ニュースっていうチャンネルなんですけど、それの昨日のね、3月5日のやつのね、ウクの話、その1ってやつですよ。そこでまさに私が今、言ってたことっていうか言いたかったことをね、メディア関係のことに関してはね、まあそれ以外にかスタンスとしては私と同じようなスタンスなんですけど、彼はねそれ言っててくれてるんで、もし興味があったらその人のね動画も見てほしいんですけれども、結局ねそこなんですよね。なんだこの一定方向に持ってく流れみたいな、そこにどうしてもね私反発心があるというか、そう癖づいちゃってんのかわからないけどね、とにかく情報戦の中で両方言ってることは多分正しくて、でもそれを両方ともが大げさに扱い、そして嘘も一緒に流してる。だから事実と嘘を一緒に流しながら、でも起こってる事象はおそらくあってね、やっぱりね、だからいるんですよ、中にやっぱり
ウー側によるその老人に対するなんていうの、その迫害だの虐殺だの、そんなのはなかったっていう人がウクライナ出身の人にもいてね、だけどでもね、それもやっぱりね、考えてみると日本の国内だって同じじゃないですか。ね、本当に国内のことを全部知ってるのって言ったらそうじゃない。ね、右派も左派もいて、その中でお互いが全然違う主張をし合ってるわけじゃないですか。それを考えると、だからその人たちが言うことも全てが真実なのかっつったら、そうは言えない。そして、その、ロ側に加担するようなことを言う人っていうふうに言うけれども、そうじゃなくて事実を語ってるだけなんだけれども、それすらもなんか、その、親ロ派だとかって言う人もいるんだけども、いや、そうじゃなくて、親ロ派とかそういうことじゃなくて、ただ単に事実を語ってるだけでねっていうところで、その人たち、実際に起こったこととか、ね、例えばまあ、ロシア側に立つような、ね、別にその支援してるわけじゃないけど、支持してるわけじゃないけど、でもロシア側に立ったような意見を言う人のことをデマだの、嘘だなどって言う人もいるわけですよね。だけど、それはまたおかしい話でね。だってそれ同じことをさ、私たち本当に2年前からさ、本当にさ経験してるわけじゃないですか。ね。だからそれを考えるとやっぱり一歩引いてみなきゃいけないなって、そこがなんていうんだろうな、大事なところかなと思ってて。そうで、あとはだから私がそう思いながらも、でもやっぱりどっかでね、ここまではやらないだろうと思ってたわけですよね。プーさんに対してここまではやらないっていうか、まさかさここまで全面的にやってくると思ってなかったんで、局地的なその戦闘っていうのはあると思ってたんですよ、やっぱりね。東側の地区で局地的にはそういうなんていうのかな、ごたごたっていうか、戦闘行為ですよね、いわゆるね。だから犠牲者ももちろん出るだろうしね、いくら軍事施設だけアタックしたって民間人に被害ゼロっていうことにはならないだろうなっていうのはあったからね。だけどまさかここまでね、民間施設だのね、小学校とかもアタックしてるとかっていう話だし、そして何よりも原発っていうね、原発の管理棟ですけれどもの話もあるし、だからもうそこはもうあれだったな。じゃあなんでそこまでプーさんがね行っちゃったのかっていう話になるんだけれども、私が想像するところでは、なんだろうな、プーさんのが土地狂ったとかって言ってるけど、土地狂った、そうね、土地狂ったといえば土地狂ったのかもしれない。でも本当にね、だからそういう言葉でしか説明できないっていうか、っていうのは今までさ、ロシアってさ、要はプーさんってさ、前面に出ずに裏でいろいろこそこそやって、今回も最初そうだったじゃないですか。州2つをねこう国として認めて、それでいてっていう、そういうなんていうのかな、一応段取りを踏んで、でなんか大々的にはさ、よそがさこうなんていうのかな、制裁だのなんだのっていうのを強められない状況っていうか、なんていうのかな、そういう小賢しい手段を使ってね、自分たちの正当性を主張してくるのかなと思ってたわけ。やらしい方法で。はい、一周しました。で、ここでまた交換します。交換するんですが、ね、ここ最後。ここ1段は本来であれば、今、これですよ。ここが、ここなんだけど、ここだけ一つ出します。こうやって。今まではやってこなかったでしょ？やってこなかった。だけど、白いとこ最後だけ一つ出します。っていうのは、ここ普通にタタタタタタと斜めに普通にずっと来てたところを、ここだけピュッと出すことで、キュッキュッて急激にここにピュッてくるわけです。そうするとカーブができるわけですよね、こうやって。なので、ここだけちょっとこういう形で出します。はい。で、これはもう一段だけ。これで切っちゃいます。はい。実はこれほとんど見えなくなります。ほとんどが被ってくるんで。でも、わざとでございます。はい。わざとでございます。はい。じゃあちょっと、次。これを引き抜いて、立ち上げて、で、これまた入れていかなきゃいけないね。切ったやつね。で、ここ。さあ、じゃあ、ここでどうやっていくかっていうことなんですけれども、
今こうピュッと出したよね。ピュッと出しました。次編んでいかなきゃいけないのはここの部分です。ね、ここですよ。と同時にここを編んでいかなきゃいけない。この角っこを忘れないように編んでいかなきゃいけないので、ここ10何段目だい10何段目 ?13、15段目かな。15段目だね。はい。間違えた。引き抜きじゃない、筋編みで端っこまでとりあえずいきますね。1、2、3と編みます。3編むと、ここ最後のここの一目残ってるところね、ここの筋編みじゃなくて、筋編みじゃない、鎖編みじゃなくて筋編みのところの最後のところ、ここの部分っていうのは、この下がこの前の前の段ね、ここが鎖編みのとこなんですよ。鎖編みのところの筋編みの筋、これを引っ張ってきます。ここに入れて引っ張ります。ね。で、最後ここ前段の鎖編みのところに来るので、そこでまたこれ入れないと。そこでまた筋編みをします。はい。で、またこっちね。こっちから筋編みをしていきます。ね、筋編み1個入れて。で、そしたらまたこの元鎖編みだったところの筋編みのところ。ここに、ちょっと待って。ここに入れて抜きます。はい、こんな感じで、あとはここの脇っちょまでずっと筋編みね。なんかそんな感じなんですよ。そんな感じ。どんな感じ？どこまで話したっけどこまで話したっけ。そう。だからやっぱりね、そのメディアっていうののその報道の仕方っていうのかな。それはちょっとね、今回ちょっとね、同じ匂いをね、同じ匂いっていうか、なんていうの、今回ね、同じことやられてんじゃないかなっていうふうにどうしても捉えちゃうよねっていう。決して私はあれですよ、ロシアを応援してるわけじゃないですよ。ロシア頑張れって言ってるわけじゃないですよ。そしてウクライナ諦めろって言ってるわけでもないです。っていうのは、ウクライナはウクライナで自国を守らなければいけないので、はい、ここまで来ました。隣ね、ここで下ろします。はい。日本のメディアでもさ、言ってる人いるでしょ。ウクライナ諦めろみたいなことをさ、降伏しろみたいなこと言ってる人いるでしょ。あれ気をつけなきゃいけなくって、絶対にダメですよ、そんなの。だって、そう言ってる人たちの面々見てくださいよ。ね。面々見てくださいよ。あんなの、だって例えばですよ。じゃあね、ここまで話は広がってくるんですけど、この話まで広げちゃうと本当に長くなっちゃうから、次まで持ち越しにしますけど、万が一じゃあ日本に C 国がやってきたら、彼ら同じこと言いますよ。日本は降参しろって。そんなことできます？でも普通に考えて。彼らは要は、私がうがった見方をすればね、日本にもそう迫るため、そういう認識、諦めろ、降参するべきなんだっていう意識を植え付けるために、もし万が一奴らがやってきた時にね、今そういうことだからこそ、今そういうことをね、垂れ流しにしてるんじゃないかと、メディア側は。あんなのでも戦犯者ですよ、言ったら。そんなことできるわけないじゃないですか。だから右側の人たちはもちろん抗戦するし、それでなんていうの、諦めることなんて絶対に諦めるというか、なんていうの、白旗簡単に上げるなんてできるわけなくて、だって言ったらプーさんが要求してるのはもう全面降伏、ね、無条件降伏なわけですから、そんなこと受け入れがたいわけですよね。そしたら国としては戦わなきゃいけない。だけどそれでもやっぱり右の政権っていうのがね、なんていうのかな、まあうまい具合に国民を扇動してる部分っていうのは本当にないんだろうかっていうね、それもあるかなっていう感じだから、お互い情報戦でね、
プロパガンダですよね。プロパガンダと言ってもいいし、情報戦と言ってもいいんだけれども、それで今すっごいごちゃごちゃになってるっていう。だから判断本当につきづらい。そして言われてることが真実なのかどうなのかっていうのも判断つきづらいっていう部分がねあるんで。あら忘れてるじゃん喋ってたら忘れちゃったよね。本当にこれ忘れやすいんだわ、ここ。はい、戻って。はい、なのでそういうのがあるんでね。だからこう一概にその今大々的にメディアで言われていることが信用ならんというか、その内容が信用できないとかっていうんじゃなくて、なんかまた先導してないっていう。いやでももちろんあれですよ、さっきも言った通り、そのロシアに制裁とかっていうのは私はそれはしなきゃいけないと思いますよ。それは後々のことを考えてね。つまり、その話から C 国に話が流れていくわけですが、まあでも本当それはあれですわ、おいおいまた話していきますよ、次の機会にね。今日はこの辺までにしとこうと思うんですけど、話はあんまりねだらだら話してもね。とにかくでも私が今希望することね、純粋に希望することとしては本当に戦闘行為が収まってほしいなとは思いますよ、やっぱり。だからどう考えたってその物事を解決するためのその手段としての戦争っていうのはさ、しょうがない部分は確かにあるんだけど、そのやっていいこと、戦闘行為としてやっていいことと悪いことがありますよと。でその一線を、プーさんは越えてしまったというふうには思ってますね、やっぱりね。ここまでやるとは思ってなかった。ただやっぱりそうで、それを見て思ったのが、やっぱり、ロスケかという話ですよね。恐ろしやってやつですよ。ただやっぱりなんていうの、その国民的にはね、そのロの国民としてはそのやり方に賛成してない人もたくさんいるっていうのは事実だと思うし、で兵士たちすらもどうなのって話で、だってね、食料も断たれ、ガソリンもない、動けなくて立ち往生してる戦車がいる、そんな状況の中でさ、なんていうの、そのまず戦う気にな、また忘れてるよ。そんな中で戦う気になれないよね、言ったらね。だって国がちゃんとそこら辺やってくんないのに、どうやって前線で戦いっつんだよっていう、その反発心ももちろん出てくるだろうから。だからどっちが勝つか負けるかっていうのはまだまだ本当に分かんないけれども、純粋な兵力って考えたらあれですよ、ロシアの方が強いと思いますよ。ちゃんとバックアップがあればね。でもそれもないっていう中で、降伏してる兵士たちもいるっていう中で、どうなの、これ長引きそうだよね、やっぱりね。だから考えたらダラ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 と、ただ単にってか、そのなんていうの、犠牲者だけが増えてくみたいなさ。だからこのまま続いたら、停戦のためのね、その交渉って、停戦交渉をまたやるって言ってたけど、いや物別れになるんじゃないですか、やっぱり。もうだって公式にプーさんの方はその大ロシア復活みたいなことを打ち上げちゃったわけだから。じゃあ次はね、どうしてそこまでプーさんがね、その思いに至ったかっていうところまでちょっとね、私的にちょっと考えたことをね、次の機会に話したいと思うんですけど、次はそこからね話していこうかなと思ってるんですけど、とにかくね、なんつうの、早いうちにこう停戦合意でも何でもして終わらせてほしいなと。で勝ち負け重要かもしれないけど、戦闘としてね、そのなんていうの、戦争として例えばロシアが勝ったとしても立場的には非常に悪くなるから、実質的には負けってことになる可能性があるわけですよね。そこになんでプーチンが突き進んじゃったかって、いつもね勝ち側にねいるために姑息な手段使ってでも、周りの人がこう攻めきれないような状況を作り上げて、物事を進めてきたプーチンがね、どうしてこんなこと今やってんだっていう、本当にそこ不思議なんですけど、どっちにしろどんな結果になってもロシアはちょっと崩壊だわねって。崩壊っていうか、そのだって経済的にはもちろんね締め付けられるし、
で、まあ、崩壊って言ってもその国がなくなるからそういうことじゃなくて、今のまあプーチン政権ですよね、は終わりんじゃないかな、どっちにしろって私は思いますけどね。はい、じゃあちょっとここまで来たんで、今回はこんなところにしておこうかな。はい、ここ、はい、グッと入れて、次ないんだった。はい、次は色変えてきますよ、また。はい、色変えていくんで。おっと、ちょっと引っ張りきれんかった。まあ、大方の予想を外して、えらいことをプーチンはやってきたなと。ね、そういう感じでございます。私の感想としては。ここまでの、今のところの感想。いや、どうなってくんだろうね。っていう感じで、はい、今日はこんなところまでね。ピーと一本だけピュッピュッピュッとね、このなんかやけに目立つじゃないですかこれね。ちょっと一つだけパステルな感じなんで、そうでもまあいい感じなんじゃないかなと私はそう思ってます。はい、じゃあね、次回はねこれをねこの先をね進めていって、でこれが終わったら次のね2枚目裏側っていうかもう一面の方をやっていこうかなと思います。というわけでね、いやーとにかく戦争はね嫌だよねやっぱりね、っていうことですわ。で一応ヨーロッパの一部で起こってることなので、こっちにも火の粉が降りかかりかねない状況なわけですよ、言ったら。っていうのは、まあもちろんこっちの本土がね、攻められるとかそういうことじゃないと思いますよ。もちろんね。それはおそらく食い止められるでしょう。ね、そんなことはさすがにプーさんもできないと思いますよ。NATO がいるんでね。ただ、まあその NATO の態度というか、そのシチュエーションっていうのかな、状況っていうのかな、そういうのもまあおいおい話していこうかなとは思いますけど、そうだね。例えば今回みたいにさ、原発アタックして今回管理棟だから良かったようなものの、もし原子炉アタックなんてことになったら、それはさ、ほら、核戦争するのと同じことになるわけだから、そうなった時に影響ないことないからね、こっちはね。そしてもちろん日本もですよ。この話もどっちにします。次回に一番今回のことで日本にとって大事なこと、これを次回ちょっとねちゃんと話していこうかなと思うんですけど、はい、というわけで話の内容はちょっとうつうつとする内容でしたけど、まあとにかくいろんな情報をね見て聞いて、どれが本当なのか嘘なのか、明らかに嘘っていう情報もあるんでね、例えば原発はウクライナの自演だったとかね、ロ側は言ってますけど、あんなわけないじゃんって思うじゃないですか普通。わかんないですけどね、でもねわかんないけどね、アメリカさんはね戦争を起こす時にねわざとその自作自演してね攻撃させるっていう手段を何度も取ってきてる人たちなんで、そういうことが可能性としてゼロかって言われたらゼロじゃないと思いますよ実際に。実際にはね。だけどまあ普通に見たらちょっとそれはさすがにないっしょっていうね、さすがにそれはないかなと私も思うんですけどね、どうでしょうね実際は。というわけでじゃあね今日はねここまでということにしたいと思いますよ。はい、というわけで皆さん、本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。まあねいろんなこと起こるけど、まあどうでもいいっていう人もねいるかもしれないけど、まあいろいろ考えていきましょう。私最終のところではやっぱりじゃあ日本はどうしたらいいんだろう、日本は今どうするべきなのかっていうところがやっぱりね行き着く先なのでね、そこを考えていきたいなと思いますよ。編み物の、動画何やってんだって話ですけど、まあでもそういうところでございます。はい、というわけでじゃあ皆さん、本日はこれまで。じゃあさよなら。